はい、どうも皆さんこんにちは。坊主でございます。セカンドチャンネルです。ご覧いただきありがとうございます。今日なんですけれども、ちょっと男子のレポーターお休みしまして、タイトルにある通り、ポルノ立ち約50日目ですかね。50日目にして失敗しました。見ましたよ。それに関しての理由なんですけれども、ちょっと確かめたいことがあって、一回見たんですけども、ちょっと何を確かめたいっていうのは、かなりちょっとプライベートなことなので、ちょっとそれは置いといて、もしメインチャンネルとかを見てて、私の性格をよくご存知の方だったら当てれるかもしれないんですけど、もしこいつこの理由で見たな、こいつこれを確かめるために見たなっていうのを、もしなんか思い当たることがあったら非公開コメントなんですけども、もし当てるんだったら当ててみてください。渡るくんだったら当てられるかもしれないですね。ちょっと理由は置いといて、でも見たってことを正直に言うってことを約束したので言いたいと思います。見ました。50日目にして見ました。ポルノを50日目にして久しぶりに見たんですけども、その感想としては映画のミッドサマーあるじゃないですか。あれを見た時の感覚を思い出しましたね。私あの映画1回だけ見たんですけど、すごい鮮やかな綺麗なグロ映像を見た。それに近いですね。久々にポルノ見て、いやどえらいコンテンツだなと思いますね。私も毎日見てた時もありましたので、えらいもの毎日見てたんだなと改めて思いまして、今で一回やめてよかったなと思いましたね。これからもやめようかなとも思えるぐらいの、久々に見るとすごい刺激だと思います。いい意味でも悪い意味でも、悪い意味の方が多いかな。でも一回見ちゃったので、50日目で一応リセットということで、また一からですね。これでまた何か変化あるのかなと思うんですけど、ちょっと引き続きやっていきたいと思います。50日ポルノ見なくなって、コツと言いますか、私の中で助けになったなと思うのは、お酒も同時にやめた方がいいと思いますね。それは結構厳しいって方いらっしゃると思いますけど、多分お酒飲んで自制心失ったら見たくなると思うので、もしポルノ立ち興味あるんだったら、一回お酒やめて、その後にポルノ立ちした方が続くと思いますね。お酒飲んでポルノ立ちするって多分相当すごいことだと思いますね。やっぱ自制心がね、お酒飲んだらなくなりますので、私は同時期にお酒やめたので、それはすごく助けになったなと思います。ご参考までに。で、次のトピックなんですけれども、以前動画で上げた断酒の効果あるある、私上げたんですけれども、果たして巷で言われている断酒の効果はどれぐらい自分では感じられるかっていうのを上げたんですけども、これもポルノ立ちの効果として巷で言われているものの、50日見なかったらどうなるかっていうのをちょっとお伝えしたいんですけれども、一応一つ言っておくと、これから皆様のお手元にあるちゃぶ台をひっくり返すようなことを言いますけども、私ポルノ立ちをしてるので、ポルノ以外は見てますので、そこちょっとご了承ください。そのポルノ以外っていうのはご想像にお任せしますけど、ポルノ以外は見てます。ポルノ立ちをしてるので。なのでそこを踏まえた上でちょっとお聞きいただきたいんですけれども、お叱りのコメントは非公開コメントでもう全然受け付けますので、ポルノ以外は見てるっていうことを前提で、いわゆるポルノ立ちをすると何が起きるかっていうあるあるネタを実証していきたいと思います。で、私のポルノ立ちのメインの目的っていうのは、 YouTube で見たアンドリュー・ヒューバーマンっていう方が言っていた、ポルノがいかにこの脳の報酬系のドーパミンレセプターっていう興奮を感じるものを麻痺させて、いわゆる中毒の症状になる。で、中毒になると実際の生活での、例えば幸せだとか快楽だとかのレベルがどんどん上がっていて、ちょっとどんどん刺激物を求めてナムの状態になる、ちょっと麻酔がかかったような状態になって、人生の彩りが感じられなくなる。で、その感じられるためにはまたさらに刺激の強い、ポルノに行ったりだとか現実逃避してしまうから、ポルノはできるだけ避けた方がいいっていうセオリーにのっとってポルノ立ちをしているわけですけども、調べてみるとね、断酒とかと違ってぼやーっとしたふわーっとした主観的な効果が多いんですよ。まず一つが憂鬱な気分解消。これはね、分かんないですね。覚えてないっていうのもありますけど、私がポルノ見てる時にどう感じたかっていうのは、結構人間ってやっぱ男子の時もそうだったんですけど、どうだったかなって落ち今日忘れてて、多分そこまで劇的に変化してないから感じてないと思うんですけど、憂鬱な気分解消されたかっていうと、
まあそうかなぐらい。だからなんかもう劇的に変わるってことはなんかほとんどなくて、結構主観的で体重みたいな感じで数値に現れないので、厳密に測りゃもしかしたらちょっとは変わってるのかもしれないですけど、憂鬱な気分解消っていうのはポロ立ちの一つの効果として挙げられてるんですけど、正直私はあんまり感じてないですね。でもう一つ、これまた結構主観的なものなんですけども、孤独感解消。いやー、これもね、もしかしたらまあポルノ見てる時間、別のことをやることによって他とのコミュニケーションとかコネクションが取れて、それで孤独感解消につながるのかなと思うんですけど、多分ね、私そこまでヘビーなポルノ中毒とかなってなかったからかもしれないですけど、ヘビーなポルノ中毒の人って多分1日5時間とか見るとか、もしくはもうずっと見てる人とかいらっしゃるので、確かにまあそれを経ったらまあ孤独感というか、その分まあずっと家にいるわけにもいかないでしょうから、外に出るだろうし、他の人ともつながるから孤独感解消されるのかなと思うんですけど、多分ね、この効果ね、もう本当にポルノ中毒の人がやめたら如実に分かると思うんですけど、まあ、普通に日常生活を送ってるとそこまで孤独感解消の効果が目に見えて分かるかっていうとそうでもないです。なので孤独感解消もまあまあって感じですね。で、3つ目が集中力アップ。これもね、なんとも分かんないです。もしドーパミンレセプターみたいなのの、キャパシティがちょっと上がって、ちょっとしたことでも快楽だとか、興奮を得られるようになってるんだったら、その報酬を得られるための集中力は上がっているのかもしれないですけど、多分ね、もう本当にちょっとぐらいだと思います。集中力アップっていうのもあんまりね、巷で言われるようなスーパーサイヤ人みたいなサムネがゴロ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 転がってるんですけど、ポルノ立ちってそんなことはないです。微々たるもんだと思います。で、その微々たるもんなんで人間で忘れるのでほとんど感じられないと思いますね。で、もう一つがまたこれも主観的なものなんですけども、ブレインフォグ、そのなんか頭にこうもやがかかった状態が解消されると、いやー、これはないですね。あんまりその頭の霧が晴れるとか、もう集中力抜群とか、こういわゆるこの爽やかな気分だとかっていうのは正直ね、感じられないですね。もしかしたら他人から見たらなんかちょっと変わったねって思うのかな。久々に会った友人とかだったらちょっとなんか元気はつらつしてんじゃないって言われるかもしれないですけど、自分ではね、分かんないですね。で、あとは、パートナーとの関係性が良くなるとは書いてるんですけども、まあ私パートナーいないので何とも言えないですね。で、結構ね、もうちょっとポルノ立ちの効果、メジャーメントできる、測れる効果があるのかなと調べたんですけど、意外とも今羅列したような感じでかなり主観的なことで気分的なものが多いので、ポルノ立ちしてもしなくてもいいんじゃないかなっていうぐらいにはなってはいるんですけど、でもまあ私のそのまた主観的な効果になりますけども、人生により彩りが感じられるって面では確かにポルノ立ちした方が、いわゆる巷で出会う異性だとかは確かにより魅力的に感じられるかなとは思いますね。ポルノの世界なんてもうミッドサマーなんでとんでもないわけですよ。もう幻想の中でもすごいグロいことが繰り広げられてるっていうのをなんかこう鮮やかに描き出しているので、それをずっとまあ毎日見てるとね、現実世界がなんかこう鈍い、こうなんて言いますか、ドゥと言いますか、こうなんかあまりこう鮮やかでない世界が広がってしまうのかなと思うと、日常生活に彩りを見出すって意味では私はポルノ立ちはすごく効果的だとは思いますね。このチャンネルで結構な頻度で言ってますけど、ポルノ立ちに関しても本当に毎日毎日の積み重ねといいますか、毎日毎日のこれをしないことでのちょっと良くなる、本当に 1% でも 2% でも、例えばそのポルノを見る時間がなくなるってことで1時間もしくは30分でも早く寝れるかもしれないし、1時間30分別のことに使うかもしれないし、1時間30分他の世の中とのつながりを増やすことによって孤独感解消するかもしれないし、おそらくもう本当にちっちゃいことの積み重ねを毎日積み重ねていくことで徐々に大きな変化になっていくのかなと思いますので、そういった意味では大体どんな習慣やめるにせよ始めるにせよ劇的に変わることはもうないので、それでもやっていくかやっていかないかっていうのは大事になってくると思いますね。食事もそうですし、運動もそうですし、
食事もちょっと変えて少しでも一日気分よく、運動もまたアジャストして朝起きてすぐの散歩に切り替えたりだとか、前の動画でも言いましたけど、ちょこっとアジャストしていって小さな習慣を変えていくことによって、その一日の行動がちょっとずつ変わっていて、それによってちょっと気分が良くなって、それによってちょっと他人にナイスになって、それでこう小さな、例えば感動だとか小さな感謝だとか小さな興奮でも、そのエキサイトメントでもいいですけど、それをちょこっとずつ増やしていくのがいわゆるミニマリズムの一つでもあるのかなっていう考えに今至っておりますね。ミニマリストを経てバッとこう断捨離とかをやってガラッと変わる、結構あれは荒療治だと思うんですけども、それを経たらデフォになって、それからどうするのって感じではあったんですけども、徐々にこのミニマルになった人生をさらにちょっとまたちっちゃいことでちっちゃい幸福を感じる、よりちっちゃくなっていくっていうのが一つのミニマリズムの形なのかなって、なんかおぼろげながらこうやって動画発信して思えてきましたね。なので見ちゃいましたけど、50日目にして見ちゃいましたけど、もしかしたらまたこれから見てしまうかもしれない。頻繁には見ないですけど、また50日後ぐらい見るかもしれないですけども、その時はちゃんとした多分理由があると思うので、報告します。続けていきたいと思いますので、これからもお付き合いくださいませ。今回も結構脱線してしまいましたけども、ボロナチ50日目で失敗、その理由が思い当たる人はぜひ非公開コメントで当ててみてください。でも見た結果、見なくていいなと思ったので、これからも多分見ないと思うんですけれども、これでまた50日目もしくはまたそれ60日70日って続いていって、また変化が起きたらお伝えしたいと思いますので、これからもどうぞお楽しみくださいませ。はい、ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。